はい、皆さん、こんにちは。今日は、SNS の裏話で、紹介します。ハーナム賞は、じゃあ、ごめんなさい。ちょっと風邪ひいてるんで、ちょっと声もおかしいんですけども、もう一回。ハーナム省の昼は工業団地にある昭和ムードが漂う丼番食堂でちゃんぽん。しっかりした太麺でここでもイカがうまい。14万ドン、約6ドル。ベトナム料理も外したくなかったが店が多くない。前日には安宿の18万ドンを体験。ここは通いかホテル住まいか迷うとこだが日系ホテルもあるので安心というものです。はい。これは2022年の6月に、実に1年2ヶ月ぶりに、北部出張に行ったんですね。私、南部ホーチミンの方に在住しております。4月の27だったかな、去年。こちらの方出張で帰ってきてから、まあ、ホーチミンの方でも、まあ、ハノイの方でも、ベトナム全国規模でコロナの感染拡大、ロックダウン的なものがあって、大変な外出制限続きました。で、その後12月ぐらいからもう緩やかに、まあ、なってきたんですけども、やっぱり1、2、3月、まだなんとなく怖いなというところで、4月になると、何か世間が一斉に感染したような感じの話が出て、まあ私自身は特に感染はしたのかどうかも、症状はもう何も、検査の結果もないんですけども、まあ、それ以来、6月に、ようやく行きました。で、ハーナム、せっかくまあ久しぶりに行ったので、普段はハノイのホテルの方に泊まるんですけども、会社の方が用意してくれるホテル、まあいつも同じようなところじゃ面白くないということで、まあ、こちらの方、噴煙の方かな、行った時に、まあ、私降りて、ハーナムの方にちょっと、次の日、アポイントあるというので、ハーナムの方に夜からも泊まると。まあ、知り合いも何人かいるので、ハーナムの方誘って行こうと思ったんですね。ところが、ハーナムの方着いたら、その方は、まあ、ハノイの方に行ってるということで、入れ違いだったんですね。で、まあ別の方もいらっしゃるんでしょうけど、あまりにも急だったのと、結構雨降ってきちゃったんですね。で、まあそんなこともあって、まあ私は、その、ハーナム、まあドンバン3なんですけどね、ドンバン2か、交流団地のところでタクシーを止めて、まあハーナムの中心都市ですかね、フーリーという町、そちらの方にずっと行きたかったので、まあ、とりあえず、ローカルの感じを見ていきたいなということで、フーリーの方にタクシーで行ってまいりました。距離は12キロって言ってたんですけども、タクシーで片道が25キロ。じゃあ、いや12キロ。タクシーで片道25万ドン。うん、まあ、約1200円ぐらいかな。往復で50万ドンで、約2500円ぐらいになったんですけども、まあ、雨が降ってたんで、タクシーからも降りれないし、まあ、こういったところですね。ずっとまっすぐ行って、まあ、モンタウンホテルだとか、ビンパールですかね。この高い建物があって、あとは結構閑静な住宅街になってただけでしたね。タクシーの運転手がね、なかなかそこの場所知らない人で、どこ行くんだ、どこ行くんだっていうことで、まあ、ぐるぐる回ってもらったんですけども、なんか途中でタクシーの運転手も電話なんか知り合いからかかってきて、フーリー行って戻るからとかなんかやったんで、じゃあもう帰ろうっていうことで、もう本当にフーリーまで行って、ただ帰ってくるだけ、で終わりました。それでまあ、小雨のまま、またドンバンの方戻ってきたんですけども、もう体も疲れてますし、まあ、もう少しローカルちょっと見たかったんですけども、もう適当なホテル、まだその後何日も移動が残ってたんで、とりあえずまあ体を休めるということで、適当なホテル、まあ、入りました。まあ、日系のホテルもあるんで、
普通の方は、まあ、そう、こちらの方でファミリエさんかな。まあ、次の日も、まあ、ファミリエさん挨拶に行ったら、今度泊まってくださいね、なんて言われて、まあ、100万ドンぐらい、5000円ぐらいで泊まれるんですけども、まあ、私としてはやっぱり、ファミリエさんは、もう、素晴らしいと。それ以外の、皆さんがどういうところに、皆さんっていうのは、台湾人だとか、ベトナム人だとか、韓国人だとか、まあ、いろんな層の方、どういうところを使うのかっていうのをやっぱり見たいので、あえてまあ18万ドンのホテル入りました。で、このホテルがですね、まあ、ベトナム人は18万ドンだけど、外国人だからどうの、わーっと言ってくるんですよね。じゃあ、外国人だったらいくらなんだって、まあ、私も下手くそなベトナム語ですけど、北部ってすごいベトナム語聞いてくれるんですよね。南部の下手くそでも。そしたら、18万ドルでいいよっていうんで、まあ、帰りに、20万ドル払いましたけど。それはいい。で、次の日の朝、やっぱり朝楽しみに、夜食べれなかったんで、朝、ローカル楽しみになんかあるかなと思って、朝6時前にもう起きて、出かけたんですよね。ところが、なんか食べるとこ全然なくて、まあ、市場の方まで行けば多分あったんでしょうけど、市場の反対側の方に行っちゃったんですよね。で、まあ、フォーとかね、おかゆとか、そんなもんしかなくて。で、まあもう朝も食欲もないんで、まあ普段あんまり食べないんで、朝に行きました。そうすると、まあお昼、まあ午前中はまあドンバンの方でアポイントがあるんで、そこをお客さんとこまあ訪問して、お昼、まあいつもだったらファミユーさんの下の、何でしたっけあれ、日本料理屋さんで食べるんですけども、まあそちらの方ももういつも食べてるので、そこか、あとまあローカルですね。スタッフのみんなドライバーさんといつも食べるローカルがあるんですけども、まあそちらも別に大してネタにもならないんで、新しいとこないかなと聞いたら、鉄板屋さんがあるよと。日系の鉄板屋さんがあるというので、ちょっとまあ見に行ったんですけど、そちらの方なんかシャッター閉まってましたね。写真があったかな。写真がちょっとないかもしれないんですけど。で、まあしょうがないから、その横をちょっと入ってみたら、こちらですね。じゃんと。どんばん食堂という、なんかベタな名前のがあったんで、あ、これは面白い。面白いって言っちゃうんですけど、まあやっぱりわかりやすいお店ですし、まあぜひ一回、どんな店なのか入ってみたいなと思ったら、なかなか私の好きな雰囲気、昔ながらの店な感じで、まあベトナム人のお姉さんもすぐ来て、何食べたいのいらっしゃいませって、座って座ってということで。で、入って、まあメンチカツとかカレーとかね、いろいろあって、結構カレー推しみたいでしたね。店の中カレーの匂いありましたね。で、まあ、食欲があれば、まあ、カレーもいいんですけども、まあ、ちょっと、ちゃんぽんに目がいってしまったんで、このちゃんぽんを試してみようということで食べたのがこのちゃんぽんですね。で、正直ね、こういう、まあ、ホーチミン市、ハノイ市の中心部の激戦区でもない限り、あんまりこういう日本料理って期待してないんですよ、もう。ずっと食べてますので。でもまあ、皆さん頑張ってるね。生意気に美味しいだまずいという立場でもないんですけど、食べさせてもらえることがまあ嬉しいんで。で、あんまりまどうかなと思ってたら、意外にもね、美味しかったんですよね。意外にもって言ったらいけないんだけども。うん、結構ちゃんぽんってね、味が複雑で、なんかキャベツの芯の味臭かったり、まあ、人参の臭かったりとか、結構いろいろあるんですけども、まあ、ここ美味しかったんで、まあ、で、もちろん来るのは日本人の方中心だと思うんで、いろいろうるさいこと言う人もいるかもしれないですけども、私は美味しかったんで、ぜひおすすめです。多分カレーとかね、他の親子丼とかも美味しいんじゃないかなと思います。まあ、そうは言ってもね、私は次々と新しいところを開拓したいので、美味しかろうがどうであろうが、また新しいところを見つけて、紹介していければなと思います。今回の紹介は、ドンバン食堂の、ちゃんぽん麺でありました。それではありがとうございます。また。
物流営業マンが動画で発信、ベトナムのビジネスに関する出張やアテンドで役に立つ名称など様々な情報を紹介しております。ツイッターの方では3000人のフォロワーの方、ありがとうございます。動画の方でも頑張ってまいりますので、こちらチャンネル登録、いいね、コメントの方よろしくお願いいたします。それでは。